高健さんはジールの3部ヘックスソケット 3010M 型のないスクエアとのはめ合いからかっちりした使用感を持った道具です。高健さんが現代のメカニックスタンダードとして提案しているソケットです。見た目はトラディショナルなソケットです。下半分はなし地、上半分が磨きのベースにヘックスビットが圧入されます。磨き部分があってもその印象はおとなしめ、ギラギラしたものではなく落ち着いた雰囲気です。ハイトは全サイズ統一されて 50mm、 シャンクの長さも統一で 24mm ほど、7mm までは途中に丸軸部分が存在し、それ以上のサイズは根元まで六角が続きます。サイズ表記の刻印が最近っぽいフォントでして、ちょっとしたことですがかっこよさが増しています。今っぽくしすぎないけど古臭さもないため飽きが来ない。私はこのデザイン好きっすね。手にしてみますと軽量です。8mm サイズで重量が 37g、 土台部分が軽量に仕上がっている印象です。前に使っていたスタビレや PB のソケットと比べてみると単体で 10g 以上軽くなってます。外径も小さめです。手持ちのヘックスソケットいくつかと比べてみますと 1mm ほど細くなってます。厳しいところで活躍してくれそうです。ヘックスの先端がこちら。一辺一辺にフィレット加工がされています。一般的な六角の先端というと回して刃物を当てた形状、このように六角の角部分が多く切削される印象がありますが、ジールはどの辺のどの部分も一様に丸くなってます。工程としては長く時間がかかるであろう処理。私の友人はネジに当てた時の安心感が違うとえらく太鼓判を押していました。曰くネジ穴の浅くなる低等ネジで全然感触が違うと喜んでましたね。私は鈍感なのかよくわからず、しかし高健さんのこだわりを感じる箇所です。かっこいいっすね。この加工、ジールの熱意が伝わってくるようでキャラクターに合っていると感じました。2面幅は一般的な数字 PB と同じぐらいでした。ボックスソケットで謳われていたジールの特徴、ちょっと狭いクリアランスということはなさそうです。どこの位相で測ってもほぼ同じ数値となってます。きっちりと作られていますね。ネジに当ててみても普通です。机の上で触っている分には強い特徴は感じません。スクエアの受け部分はジール独特なディンプルが採用されており、常にソケットをハンドル側に押し付ける向きに力がかかるようになってまして、ガタを最小限に抑えます。またスクエアの寸法も規格よりは多少厳しめ狭く作ってあるみたいで、ガタを減らすことに貢献するようです。ただしこのジールのスクエアには相性問題がありまして、組み合わせる相手を選びます。以前はこの相性問題、私はそこまで根が感じませんでしたが、最近使い始めたスナップオンには後で詳細は説明しますが相性が悪めです。使ってみた感想として一番に感じた特徴は軽さです。私が使ってきた PB とスタビレ、どちらも重量級でそれらと比べるとだいぶ軽く感じます。10g かそこらですから疲労感に直結はしませんし、ラチェットにつけた際のバランスポイントが極端に変わるということもありませんが、ソケットを拾い上げた時に軽っとはなりました。それでいてトルクをかけた際にたわみすぎたりと弱い感じはなく、強度的に問題がないのであれば軽いに越したことはないですね。ネジとのはめ合いは作業で使ってみてもきつすぎず緩すぎず、50mm というサイズ感も一般的なプロフィールですから作業に当たり困ることは少なめ。ジールはスタンダードソケットでその強烈な設計から扱いにくさを感じたことがありましたが、このヘックスソケットは結構に普通。ジールだからと少し構えていた部分がありましたが、拍子抜けといったら変な意味合いとなりますが、ヘックス部分の使用感については今のところ普通という感想です。ハゼットの8822ウォブルエクステンションとの組み合わせを気に入って使っています。このエクステンション、押し込むとストレート、手前に引くとウォブルとなりますが、押し込んでもガタが残ってしまう相手が多かったのです。そこにジールのディンプル形状と追い込んだスクエア寸法がよくマッチ。ほぼガタがなく使えます。またこのウォブル、
ソケットが抜けやすいという扱いにくさを持ちますが、ジールソケットだと気持ちほんのわずか最後に粘ってくれるように感じまして好感触。ディンプルの形なのかスクエアを追い込んだ結果なのか、正直プラシーボかもってレベルの違いではありますが好きな部分となってます。ただしこのジールのスクエアにはお伝えしたように相性問題がありまして、ものすごく合わない相手というのが存在します。まずガタをなくす機能ですが、どのラチェットに対しても機能するものではありません。同じ貢献産のラチェットにはもちろんスナップオンやマックツールズのスクエアでは機能しますが、ネプロスやスタビレ、それからサタのラチェットではガタが残ったままとなりました。ブランドに依存という感じではなく、例えばプッシュリリースのラチェットでダメだったネプロスですが、普通の差し込みを持つラチェットアダプターではしっかりと機能します。傾向的にはプッシュリリースでガタが残る印象です。ただサタのラチェットはプッシュリリースではないので、その限りではなく、実際にはめて試してみないと具合が良いかは分かりません。もう一つの相性問題として、ソケットをつけにくい相手が存在したり、つけるときに途中で引っかかってしまう相手があります。例えばベラのポケットセットではお互いの寸法がきつすぎるのか、たまにはまらなくて見失い時間を無駄にしていますし、スナップオンのラチェットではつけたつもりが奥まで入ってなくてあらってなることは多め。特に後者の途中の引っかかりが厄介で、もう一段押し込む際の感触の悪さは何とも言い表しにくいものとなってます。スクエア部分のボールが大きめか出っ張り気味で、かつ中のスプリングが強いものと相性が悪そうな印象です。この差し込み時の引っかかりはプッシュリリースのラチェットやジールのラチェット相手ですら軽くですが起こることはありまして、その時はもうなんかおおってなるっすね。ソケット交換のたびにしっかりとはまっているか確認をしています。スクエアのボールに対してこの向き、この角度でソケットを押し込むと途中で引っかかることが多め。これが起こらないように向きを考えれば良いのですが、まあ都度やってはらんないですね。使い始めた頃よりもこの引っかかりの頻度は減ったように思いますので、良い具合に削れてきたのか、私が操作に慣れたのか、将来的に馴染んでくれれば良いなと様子見をしているところです。組み合わせる相手によってはご留意をいただきたいポイントとなってます。ジールの3部ヘックスソケット、気に入ったところも自分にとって合わないところもやはり極端なジールならではと感じました。ヘックス部分は扱いやすさがありますが、ただし相性問題にはご注意をという感じです。ジールのスタンダードボックスソケットで感じた気難しさはこのヘックスにはありません。海外製品に比べお求めやすいお値段も素敵。刺さる方には良い道具でしょう。興味ございましたらお手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。